こんにちは、大学の社員です。建前が終わって外回りもね、体力壁貼ってもらいました。今日からは金門じまい、そして基礎段です。床の捨て張り、そこまでやっていきます。本来ならね、今回は立ち前風景なんですけども、なかなかね、自分らの立ち前ではどうしてもこの動画に上げるだけのこの設備と技術が伴ってないんですね。どうしてもこの切断工務店にね、迷惑かかるんで、立ち前風景だけは捉えていただきます。それでは金物じまいからやっていきます。まずは大元のホールダウンですね。ホールダウンっていうのは基礎の中からボルトが上がってます。基礎と柱を直接つなぐボルトのことですね。これさえ聞いてれば格子柱、まず四隅は浮きません。そして筋替え代わりの耐力壁の両側にも大体は入ってます。建物が基礎と離れないってことですよね。上下に揺さぶられても建物は基礎とひっついてる、それを止めるためのホールダウンですね。アンカーボルトだけでは土台は止まりますけども、建物自体は盛り上がってしまうんですね。横揺れを止めるのはこの外壁に貼ってある筋替え代わりの壁ですよね。そういう風にこの頃は耐力壁と金物でね、完全な建物になってますよね。まして今回のお宅は長期有料ですからね、金物も結構多くなってますよね。今度は基礎断熱ですね。今回のこのお宅は基礎ぐるみの断熱、そして基礎ぐるみの気密の建物になります。気密ってもね、床から上の気密と基礎丸ごとの気密と両方あるんですね。今回は床下を含めて家1軒分の気密断熱を取るってことですね。今度は基礎に断熱材を貼っていきます。外回りの基礎立ち上がりにね、50ミリの断熱材をシリコンボンドで貼っていきます。シリコンボンドってコーキングですね。水漏れによく使うコーキング材、ボンドにもなります。それで貼っていきます。そして基礎の立ち上がりから60センチは下のベースの部分にも貼っていきます。これで外気の熱が伝わらない。基礎ってね、真夏でしたらもうチリチリになりますし、もちろん冬は冷たくなりますしね、その温度が建物の中に伝わらない。それは必ず効いてくれると思いますよ。今回の断熱材はね、密度が高い、持っても重いですしね、なんでかわからないんですけど、一方方向だけはカッターがよく切れるんですね。真ん中で切った場合はいつも使ってるピンク色のこのスタイルはね、どうしても粉になってふわーっとゴミが大変でしたけども、今回のこの断熱材は木くずみたいにして重いですから下に溜まってね、掃除はしやすかったですね。やっぱしグラスウールでもこういう発泡系でも密度に比例してね、値段も高くなりますけども、効き目が違うらしいですね。そしてコーナーにはね、ウレタンを細めで塗ってあります。このウレタンもね、丁寧に打たないと断熱も気密も兼ねてますからね、慎重に打っていきます。ウレタン管って結構難しいんですよね。特にこの細く7ミリまでぐらいでシューッと打つのが理想なんですけど、加減して打つっていうのは何でも難しいですね。
そしてこの断熱材と基礎との間のこの基礎パッキンですね。これは秘密のパッキンなんですけども、その上にもウレタンを打っておきます。これでもう秘密も断熱もギュッてですね。これいきなり PP バンドを切ってますけども、ゴミの分別ではないんですね。これから床の下張りをやっていきます。その前に三尺角にね、90角の角紋が入ってます。それが全部オイレみたいにして書いて大引きにかかってるんですね。それがね、ピチッといっとるやつはいっとるんですけどね、プレカットの機械のちょっとした都合でね、画面に落ちてるやつがあるんですよね。24ミリのコンパネなんですけどね、貼ってもどうしてもここで少しずつ段がつくんですね。それが嫌なもんでね、書いてあるそこに1枚2枚入れて少しだけの調整をしてあります。完璧にはね、なかなか家一軒直せませんけどね、直せるとこは直せる範囲で直していきます。そして長めの釘でね、しっかり2本ずつ留めてあります。だいぶ前なんですけど、値段を売ってあったんですけど、土台に引っかかってる大引きが1ミリずれるだけで低い音で床鳴りの原因となります。ですからどこってことないんですよね。もう床の大引き関係必ず2本ずつ釘を打っておきます。そして大引きの高さですね。高さを見るのはレーダーでね、拾ってもいいんですけども、自分は必ずと言っていいほど糸で高さを調整します。なかなかね、レーダーは飛んでるって言ってもね、そこで合わせば寸法出るんですけど、糸でパッキンを合わすっていうのはね、なんかこの信頼性があるんですよね。やっぱ昔の人間でしょうかね。そして床の高さは中央で糸1本だけ高くしときます。この頃の床の塚はね、構成塚とかプラ塚ですから、まず下がることはないですね。木が焼いてくればその分少し下がりますけども、糸一本真ん中で気持ち上げ目ですね。木は下がろう下がろうとして、塚は上げよう上げようとして、プラマイでそのまんまの高さで折ってくれます。ボンドはよく塗ってますけども、おまけですね。これで大体は下地はできたんですけどね、正直設備屋さんにまだ配管をしてもらってないんですね。それとコード用ご飯を置いてある部分だけはまだ下地なぶることができないんですね。ですから家のコーナー、設備屋さんにね、差し支えのないとこだけ 2,3 枚貼って、そこへ面倒ですけどね、これ1回コード用ご飯を場所替えして下地も直し、そしてあくる日この設備屋さんに配管をしてもらいます。コンパネを貼るのは明後日になります。そしてね、コード用ご飯ってもう濡らすとダメなんですね。もう暴れてしまってね、でゴベコになって曲がります。ですからまだ窓が入ってないんでね、シートをかけてしっかりと養生もしておきます。設備屋さんにね、配管してもらったんで床張ってきます。でもコンパネ貼るまでにね、玄関の土台を、サッシ入るんですけども、ドアが土台より60ミリ下がるんですよね。で、中のコード用ご飯を貼ってしまいますと、隠るのにこの満録が入らないんでね、これだけはもうご飯なぶるまでに基礎を切り替えてやります。この頃ね、変わった玄関になってきましたよね。フロアラインってあんまり差がないってことですよね。ですからもうサッシも高いところにつきます。普通ですともう玄関の入り口には土台ってありませんよね。でもここの場合はタイルとフロアラインは60ミリ差ってことですよね。
ここでやっとご飯を張っていきます。今回は基礎ごと断熱して気密してありますから、床断熱ってありません。床断熱もね、踏み抜くとね、大怪我しますから怖いですよね、あれ。この床もね、同じようにこう N 組のこの75で打ってきます。正直ね、この床の構造用合板だけは別に N 使わんでもいいんですよね。構造用ではないですから、床は2階の床と小屋裏は水平トラスいりますけどね、床はいらないんで。なんと寒いと。秘密のコーキングだけはね、柱周り、真柱周りはね、もうしっかりと打っておきます。ここが空気抜けますとね、家の中に抜けてくる場合だといいんですけども、壁の中へ抜けるとね、縁の下の部分と壁がつながってしまいますからね、気密検査でもう一発で穴出ますよね。これで建前跡の金文字前基礎段です。そしてこの床の下張りまでできました。これでね、もう足場が良くて動きがうんと楽になります。以上、竹内でした。